ペッカーズのジャンボです。コウスケです。よろしくお願いします。もう暗いでしょ。ねえ。海底50メートルで足止め食らってるんでね、今ね。そう、やっと動いてきたけど、渋滞なんですよ。海ほたるに向かう海底トンネル。死ぬほど混むよね、連休の中日なんでね。もう結構渋滞の中でお腹空いちゃって、もう早くなんか食べたいね。今日、コウスケさんね、貝を食べたいって言ってるね。焼き貝、浜焼きっていうのを食べたいですね。なんで突然そんなこと言うんでしょいやね、テレビ見てて、テレビっていうか YouTube、ひごてっちゃんっていうチャンネルがあるんですよ。はい。かなり彼は海の男でして、日本中を旅してる番組なんだけど、海のシーンがよく出てくるんだね。で、海産物がいっぱい出てきて、ひごてっちゃんがまた美味しそうに食べるんですね。それ見てたら、シーフード食いたいってなって。なるほどね。そう。まあな。ひごてっちゃんさんもし、なんか運よく繋がることがあったら、ぜひちょっと動画また頑張って続き出してください。ほんまやね。ついさ、一気見しちゃったんやけどさ、1年ぐらい出してはらへんよね。多分ね。ねえ。頑張ってほしいな。あれめっちゃ面白いからな。めっちゃ面白い。編集も上手だし、カメラマンさんもめちゃくちゃいい感じだし。ひごてっちゃんがもう魅力的なんですよ。そう、めっちゃいい人って感じなの。なんか概要欄に貼ってるんで、よかったらひごてっちゃんチャンネル、皆さんぜひ見てみてください。急に宣伝するっていう。そう、でも本当にいいから。じゃあちょっと、今日はひごてっちゃんを見習ってというかね、貝食べに行きましょう。はい。ひごてっちゃん。房総半島にどんどん進んできたね。そうね。巨南。巨南。独特やね、地名がね。そう。結構千葉県ってさ、名前が難しい場所いっぱいあるよね。あ、そう。他なんかわかる？いすみとかもわからないし、読めなかった。これ昔。巨南も読めなかったよ。巨南俺読まなかったな。これ、のこぎり南かなと思います。はいはい。なんかすごい難しい名前が多いんだよね。しかもさ、結構さ、トンネルをくぐるごとにさ、どんどんさ、風景が変わって田舎感がバンバン増していくっていう。視線が増してきたな。ほんで変わった名前で今思い出したけどさ、これから行こうとしてるパーキングエリアのハイウェイオアシス、富楽里って書いてフラリやからな。絶対名付けたのおっさんでしょ。絶対そうでしょ。千葉クオリティやばいな。フラリって書いてある。恥ずかしい。ふらりと立ち寄っていただきましょうと。単なるダジャレじゃん。恥ずかしい。なんで漢字にしたいの？ねえ。ふらりっていう地名なのかな、実際。違うよ。違うでしょ。多分なんて読むかわかんないけど、富士山の富になんか富浦かな。なんかそういう地名はあったな。地名がこの辺。富山や、富山。だからその富を取って全然関係ないところから楽しめる場所ということで楽しいを取って、それで里ってつけてフラリ3分の2関係ないぞ。いやついた。フラリついた。フラリフラルフラロ。何それ。タコ。音鳴らんようになった。ねえ、何これ。俺の英雄と岩井絵画パート3。パート3。少なくともあと2枚あります。怖くない？休憩終了。フラリ。まあさ、なんとか牧場で牛丼とか、そういうの食べたかってんけど、ち
ちょっと康介さんの冷静な判断でね今食べちゃうとね、持ち直しました。ちょっとそう持ちこたえました。この後ご飯食べに行こうって言ってんのにここでがっつり食べちゃったらもったいないからね、食べられへんようになったらどうすんのっていうね。そうそうそだからちょっとねほどほどにうフランクフルトとかねコロッケとかねそういう軽食で済ませました。あそこでも楽しかったよ。よかったね。なんかいつも行くサービスエリアと違ってさ、地産地消品が多くて、そうだね。道の駅みたいな感じだったな。あと食べ物屋さんも、なんか独立採算制の店舗がいろいろ入ってる感じがした。そうやな。なんかチェーン店というよりはその地元のお店が入ってるって感じでしたね。そうそう。だからなんか一生懸命でいい感じがした。いい感じだった。だからのんびりしてましたね。なんか最初名前バカにしてたけど。ふらりとかやってふざけんなとか言って全然ぜひふらりと立ち寄ってみてください。千葉フォルニア。千葉フォルニア。何やったっけ？千葉フォルニア、カリフォルニア以外にもなんかあったよね、どっか。千葉で。ほら、屏風岩見に行ったりね、あったね。あったよね。何やったっけ忘れたけど。とにかくアメリカかぶれしてんねん、この辺。本当だね。舞浜になりたい。あ、それやマイアミ。ああ、そうかそうか。舞浜がマイアミみたいな。そう。うざうざとか言うな。うざとか言うな。腹立つやろ、それは。ランボはいいところを褒めたたえる担当だろ。そうやった。あっぶな。コンセプトあっぶ忘れんな。やっぱりこう人をね楽しませようと、観光客を楽しませようと頑張ってくれたわけですね。とってつけよな。とってつけ。でもなんかさ、幸いにしてちょっと天気が回復傾向なんですよね。前日の夜では明日やばいでって言われてた。覚悟してて意外と晴れてきてないね。こういうパターン多いな俺ら。そうなんだよな。雨もうしゃあない、あかんかったらしゃあないっつって言ったら、意外と持つっていうね。じゃあ海も取れるといいな。すごいなんか知らない港に出たよ。これ本当にたどり着くのか、イソッピ。俺たちの貝焼きゾーンにたどり着くのか。イソッピっていう店ね。そうだね。いやイソッピ感は出てる。確かにイソッピすげえぞ。イソッピっていうかイソねえ、てか一瞬止まってここ。何えぐちょっとさ海見に行かない？あれなんか怖いレベルの。ねえ見に行ってみよう。何から食いたい？ホタル。いや、イカ行くか。イカでかっ。でかいな。これ一人1個でかいね。豪華だね。豪華。焼きこれで1500円だもんな。なあ。ちょっとその魚とかも焼いてみる。焼いちゃうか。じゃあ魚いくね。魚うまそう。これ何これ。骨ついてる。カマ？スペアリブ的な。ね、いただきます。炒めた。甘い。甘みがある。うまい。お、だしうまい。ああ、いいね。食べてみよう。
外れません。ゴリゴリやってゴリゴリ。ゴリゴリやって。あ、取れた。いただきます。だしうまいな。うまいよな。あーうまい。甘い。ね、甘みあるよね。そうですね、これね、マジでいいね。うまいね。うん、海の横だし。うん。はい。ああ、うまい。ジンジャーエール。うまそうだ。待って、ジャンボかもね。ありがとう。いや。ああ、ごちそうさまでした。何よりもさ、安い。安いよ、びっくりしたな。うん。一人1500円ですよ、あれ。そう、飲み物入れなかったら1500円。半端なくない？本当だよ。都内やったらウーバーイーツ頼んだらハンバーガーでも2000円超えるよ。そうだよ。なあ。それが、あんだけ一人ホタテ2枚ずつと、イカ1杯、あと、エビがまあ1尾ずつ、そうやな。あとサザエが1個ずつ。ほんまよ、サザエやで。うん。それで1500円。なあ。全部超新鮮。とんでもないよ。ああれ、儲けさ、あ。出てんのかしら。いや、ほとんどなあ。出てないと思うし。人件費とか考えたらね。そう。すごいもう手放しでさ、もう楽しんでもらおうってことちゃうのこれ。そう、優しいよね。なあ。そう、だから逆にそのほら、都会的な意味での、サービスとか、あとドリンクの飲み物、種類がいくらでもありますみたいなタイプのお店じゃないのよ。そうやな。ただ、これをそういう風にやっちゃったら、あの値段じゃ絶対出せないから、そうやな。そこのバランスの中で無理しない範囲で、いろいろやってとか、やってくれてんねやな。多分貝とかの原価に関しては無理してる気がするけど。そうやな。うん。美味しかったよ。あれ美味しかった1500円信じられへんわ。だって米と味噌汁もついてるからね。なあ。うん。信じられへん。信じられない。これめっちゃ良かった、この場所。ほんと。有名な場所さ、ここも有名なんかな。有名かもわかんないけどわからんね。けど、でも有名な場所はなんかね、もう予約もできへんような状況や。そうだね。もうパンパンやと何時間も待ちます。そう、食べ放題のお店とかね、有名なところがあって、そこはでもそこ4980円。ああ、そっか。うん。もう5000円ぐらいする。でもここ1500円で、お昼時に来ても、ん並ぶこともなくスッと入れて、うんお客さん他にもいるんですよ。うんだけど、アホみたいに並んでることはなかったよね。ね。ほんで、ん美味しいねんから、これは、最高。正解でしたね。本当におすすめ。もうメニューは1種類しかないから、席に着くと、まず飲み物を聞いていただき、それでその後はもう1種類、1人前でドンと出てくる。そう。で、今日は、直で出てる伊勢エビは在庫がないよっていうことを初めに教えてもらって、でもジャンボさんエビ嫌いだから、俺はノーストレスです。そう。だから、ああ、大丈夫っすって言って行ったんだけど、最高でしたね。よかったね。最初ね、ちょっとね、あれ、注文取りに来られへんから、どうしたらええんやろうとか、なんか、手間取ってたけど、聞いたら、うち一種類やから、行くから、みたいな感じで、そういう感じねっていう、なんか、アットホームな感じやから、レビューとかもしかしたらそういう文句がついてるかもしれんけど、そこはね、ちょっとね、なんか、優しい気持ちでさ、そうだね。相当サービスしてくれてるのも事実やし、そこはそういう風には書かんといてほしいなって俺は思うね。そうだね、俺もそう思った。なんか、文句言いながら食べるところじゃなくて、協力しながら、いただくところですね。そうやと思う。でもそうしたら、最強、最高、超おすすめでしたね。いいお店でしたね。イソッピさん。浜のイソッピさん。うん。じゃあちょっと浜のイソッピで栄養補給できたんで、この周辺冒険していきましょう。キャンプ場がありますね。犬が来れるキャンプ場があったね。キャンプ場増えたな。本当だね。海すごいぞ。これ房総半島の結構突端だもんね。もしかしてこの辺なんじゃねえか。この先飛砂がり、飛び砂がり。すごそうやね、雰囲気。
雰囲気すごいけど、俺トイレ行きたいんだけど。トイレ行きたい。一回スルーするか。一回スルーしようよ。一回スルー&トイレット。そう、ちょっと。もうすでにすごそうな雰囲気出てる。うわ、絶景絶景。絶景。もしかも今日はね、風が強いから波が高いからね。う絵になるな。ああ、迫力あると思いますよ。すごいなんか。だけどこれちょっと行き過ぎたらもったいないから、行く前にトイレ行こうかどうかU ターンして。そうだね。今だってこれなんとなく小出しにもなっちゃってるけど小出しにね。そう俺ちょっとここは編集でカットしようかなって今思ってるぐらいよ。ここすごいすごいな。キャーまた小出しになってる。小出しこれ小出しで小出し。もしかしてこの後ジャージャー雨が降るといけんから。一応ね。小出しだけど。でも晴れてるよ。青空見えてる。そうだね。いい天気だね。もう旗がちぎれそうなぐらい旗見えてるけど。本当だよ。あ、これ旗とか言うから今またチラ見せしちゃったじゃん。旗とか言う。ほらまた旗がチラ見。ほら旗がチラ見。旗を見るとこうやってまたチラ見ちゃう。ほらまた旗ほら来た。もう売り今。もう全店になるから。そうだよ。もうこれ全部だろう。でもすごいな。ねえすごいのがあった。夕映えの滝かっこ自称。自称って何？誰が言ってんねんだから。しかも夕映えの滝がどこにあるかがわからん。上にちっちゃく一休みどころって書いてる。一休めるの？一休みどころが。ちょっとジャンボ窓開けて。これだ。夕映えの滝。これ滝なんや。あった。かっこ自称って、いやこいつが言ってんの？ねえ、なんとも言えない。それともこれを持ってる誰かが言ってるの？なんとも言えない気持ちになったね。しかもね、意味がわからん。夕映えの滝かっこ自称、ゴミは連れて帰ってね、交通に気をつけての下に道楽者って書いてある。意味がわかんないね。道楽者。本当だ、道楽者って書いてある。気になるけど、施設管理業者は道楽者がやっていますって書いてた。道楽者さんの私有地ってこと？私有地なんや。道楽者さんの持ち物。そういうことか。で勝手に夕映えの滝ですって言ってみんなに見せつけてんねん。そうか。看板まで作って。さっきのちょろついた水を。ちょろついた水なんてとんでもない。夕映えの滝です。